こんにちは。お元気ですか？今日は2月の21日の土曜日ですね。もう暖かくってね、最近は。ほんと、日向ぼっこするのとかがね、気持ちいい気候になってきましたね。寒くてデブ症だった私も、もうこれくらい気温が暖かければね、ちょっとトコトコっと外に出てみようかなっていう気がちょっと起きたりとかしますね。出かけるって言ってもね、少し遠くの本屋さんに行ったりとか、スーパーに行ったりとか、それくらいなんですけども、本屋さんもね、徒歩で20分くらいかなのところに、まあまあの大きさの本屋さんがあるので、そうそう、でも20分でもね、ちょっとめんどくさいなって思っちゃうので、なかなか行かないんですけどね。最近は気候もいいので、ちょっと本屋さんに行って、ちょっとご褒美になんか本とかをね、買っちゃおうかなって思ったりとかしてますね。で、何のご褒美かっていうと、私昨日、確定申告を終えたんですよ。なんか自分でもこんなに早く終えることになるとは思わなかったです。もう早くて今月中、2月中に終えられたら、もう御の字というかね、よくやった的な感じになるだろうなって思ってたんですけれども、なんかこう、昨日ちょっとこうやったら、なんかもうこう、もういろいろ、最終チェックを隅々までして、最後のなんかこう申請っていうのかな、提出送信みたいのをねしようと思ってたんですけれども、インターネットでやる e-tax ですね。ただね、もうなんかもうね、もういいや、もうめんどくさいもういいや、送っちゃえみたいな感じでやってしまいました。ただね、今回初めて e-tax を使ったんですね。去年まではね、国税庁のホームページからその確定申告書類を作るっていうところまではそのネット上でこう計算してもらったりとかそこでやってたんですけれども、それを最終的にプリントアウトして郵送で送ってたんですよね。そうそう。で、今年からは e-tax、もう紙じゃなくて、もう電子データとしてそのまま申請しちゃう e-tax の方を今回から使ったんですね。っていうのも、私は前回まではね、こうマイナンバーカードを作ってなかったんですね。なんとなくこう気持ち悪くて、こういろいろが紐づいちゃうのがなんか嫌だなって思って、そうそう、もうずっとマイナンバーカードを作ってなかったんですけども、去年ね、2025年の1日から、個人事業主の届け出を出してね、こう、いろいろ仕事を始めたので、今回はね、青色申告を初めて白色じゃなくて青色申告しようと思ってたんですよ。で、青色申告をするにあたり、紙での確定申告をするのと、電子で e-tax で、確定申告をするのだと、基礎控除の控除額が10万円違っちゃうんですよね。なんか、ひどいって思ったんですけど。だからもういろいろ悩んだ結果、その10万円の控除を取るために、もう今回からはもう e-tax でしようって決めた時から、去年のね、春か夏くらいにね、マイナンバーを作りました。ただもうその時代の流れとしてね、もういよいよもう作らなきゃならないだろうなっていう雰囲気はなんとなく思ってたんで、ちょうどよかったかなっていうふうに思います。で、去年ね、そうやって、初めて、マイナンバーカードをね、作って、家の近くの役所に行ってね、作ってきたんですよね。それで、その後、こう、初めての青色申告に向けてね、こう、会計ソフト、私は弥生の会計ソフトを使ってたんですけれども、それにね、いろいろこう入力してみたりとか、入力の仕方がわかんなくても悩んで、いろいろこうネットで調べたりとか、あとはこう調べても結構こう、その帳簿って、なんか決まった
問題集の問題と答えみたいに決まったことがあるわけじゃなくて、このシチュエーションとかその人によって全然違ってくるじゃないですか。なので本当にこれが合ってるのかわからないとか、本当にこういうやり方で合ってるのかがわからないみたいな答え合わせができないんで、結局商工会議所に行ったりとか、あとはもう税務署に行ったりとか、結局こうそういうふうにこうちょっと行けるところで質問したりとかして、で、青色申告会に入会しようかなとかいろいろ考えたんですけれども、なんかこう商工会議所とか税務署とかに行って質問したりとか自分で調べた結果、多分これでいいんだろうっていうのが自分の中で結論付けて、それでやることにしたんですね。結局青色申告会とかにも入らずに、そうそう。で、そんな感じで確定申告したんですけども、やっぱりね e-tax 初めてだったんで、その e-tax そのものが難しいっていうよりも、多分ね白色申告だったらもう全然難しくないと思うんですよ。ただ青色申告なので、私はまずその帳簿が合ってるかどうかっていうところから始まって、その帳簿とその会計ソフトがこの e-tax と連携して、それで結局こう e-tax として申請できるとかね、多分そういう仕組みなんだろうなとは思ってたけど、実際やってみないと分かんないし、やってみたらなんか変なことが出てくるかもしれないしっていうんで、結構ずっとやきもきしてたんですよね。そのe-tax の方で確定申告を申告できるのは、申告期間は毎年、2月の十何日から3月の17日、今年も2月の17だったかな、16くらいから始まったんですけども、ただこう申告期間より前に e-tax が使えるようになるのはこう1月1日からですよっていうのは税務署にね質問行った時聞いてたんですよね。だから一回それでいじってみなきゃなっていうのは思ってて、なんかそういうのって本当めんどくさいんですよね。で、今回何がめんどくさかったかっていうと、このマイナンバーカードと、あと年金、国民年金とかの年金ですね、年金ネットっていうのがあって、それぞれネット上で管理できるんですよね。マイナンバーカードとかだったらマイナポータルっていうのがあるじゃないですか。ネットで全部そういうのを管理できたりとか、あとは電子書類をそこで受け取ったりとか、そういうマイナポータルっていうサイトでですね。あとは年金の方は年金ネットっていうところで、これまでの年金定期便とかもね電子データで見れたりとか、いろいろそういうのがもう最近では何でもネットで管理できるようになってるじゃないですか。で、e-tax で確定申告をするにあたって、やっぱり国民年金とかの控除とかもしなきゃなんで、その控除証明書のデータをマイナポータルの方になんて言うんだろう、紐付けみたいのしなきゃなんないんですよ。連携して。そうするとなんかいろいろいじくってるうちに結局いろいろ分かったんですけども、e-tax で確定申告をするときにマイナンバーカードのマイナポータルの情報も、連携というかね、その情報がいくような感じになってるので、行くっていうのかな、連携してるので、そのマイナポータルの中にちゃんと年金2025年度の年金これだけ払ってますよ、それこれだけ控除ですよって年金の控除証明書みたいなやつがマイナンバーカードのマイナポータルにデータとしてないと控除のそのエビデンス、証明書がないじゃないですか。ちょっと何言ってるのか分かんないと思うんですけど、なのでまずはマイナポータルにその年金去年いくら払ったよっていうデータを入れなきゃなんないんで、そのためにまず最初にマイナポータルと年金ネットを連携させなきゃなんないんですよ。連携っていうのかな、連携というより紐付けさせて、でそれで今まで年金ネットとかも使ってなかったんで、そこで初めて年金ネットを使って、しかも年金ネットにログインするときはマイナンバーカードのマイナポータルの方からログインするみたいなで、なんかもうわけわかんなくなって、とにかく年金ネットに入って年金の
控除証明書の再申請を行ったんですよ。で、年金のいくら払ったよっていう控除証明書は去年のね11月か12月だったかな、12月にはがきでやってきたんですよ。でそれを見たら去年私追納したんですよね。2年半ぐらいずっと免除申請してて年金払ってなかったのを、去年は一応人並みにあと収入があって働けたから、その分ちょっとね思い切って47、8万だったかな、今まで払ってなかった分をガーンと払ったんですよ。ただその分が控除証明書のハガキで来たやつの中に入ってなかったんで、ちょっとこれはちょっとダメじゃんと思って、でその年金の追納分も入ってるやつをゲットしなきゃと思って年金ネットの方で再申請をしたんですね。どっちにしろ電子データの方でもらわないとマイナポータルと紐付けしてそれを e-tax で申請しなきゃなんで、で、年金ネットの方で再申請をして再申請したら年金ネットの方で5営業日ぐらいで届いて、それを確認してそれを今度はマイナポータルの方にそのデータがちゃんとこう紐付けできるように、この連携ってなってるように紐付けをしたっていう形ですね。これでe-tax の年金控除分ができるっていうあれが整ったのでめんどくさかったんですけど、本当になんかそれでもうあっちゃこっちゃログインして、こっちログインして、あっちログインして、こっちログインしてとかね、なんかそういうのがめんどくさくて、しかもログインするたびに本人確認と、あとはこのマイナンバー方式っていうやつでログインしてたから、こう自分の携帯にマイナンバーのカード、物理的にもらうカードあるじゃないですか。それを携帯のところにピッてつけてピローンってやってこう認証させるとかね、そういうの何回もやって、なんかもうねぐったりしてまあ、とにかくね、こうやって連携するんだっていうのが分かって、とにかく年金とかね、年金の控除額は再申請したやつにはちゃんと追納分も入ってたので良かったんですけれども、それで控除証明書はそれでできたと。それでまあそれ以外のね一般的な保険とかなんかそういうやつの控除証明書は多分それはこの証明書を実物は添付とかする必要ないので、それはただ単純にこう手入力すれば OK みたいな感じで終わったんですけども、とにかくね年金の控除証明書が整った時点でこれで e-tax 申請できるなと思って昨日やったんですよ。途中までやればいいやぐらいのでこれでいけるなぐらいにしといて、またじっくりちゃんとチェックして数日以内に今週以内にやっちゃおうとか思ってたんですけど、もうやってるうちにもうめんどくさくなって、もう一回このページを開けてとかするのがめんどくさくて、もうそのままいけそうなんでやっちゃいましたねなんかこれでなんかこうやったら確定申告が完了しましたみたいな画面が出てきて、あれこれで完了しちゃったのみたいな、やべえとか思ってなんか私もうちょっとちゃんとチェックした方が良かったんじゃないかとか思って、なんかもう思ったんですけど、その確定申告 e-tax でもう送信しちゃったら後から取り消し1回できんのかなとかいろいろ悩んだりとかしたんですけど、まあいっかと思ってとりあえずそんな感じで昨日終わりましたねでも昨日もね結構 e-tax でやろうとしたらちょっとやっぱりこう分かんないとこが出てきて、なんか私は弥生の会計ソフトで一通りこの帳簿は入力して、でその弥生の会計ソフトの中の項目で確定申告っていう項目があって、そこにいろいろこう控除のやつとかいろいろそういうのも全部入力をして、だから入力自体は全部会計ソフトの方で済ませちゃえば、それが最終的に e-tax の方に連携して、e-tax の方の画面では何もこっちでは入力する必要がなく
そのまま申請できちゃうっていうやつだったみたいなんですね。終わってそういうものなんだって分かったんですけど、でその弥生のやつでさて e-tax の方に連携するぞってなった時にやり方を見ながらこうやってボチ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 って押してって、で今度は e-tax の方にログインしてくださいっていう画面が出たんですね。で弥生の方からやっていってその画面が出たってことは、ここで e-tax と弥生が連携するんだなと思って、その e-tax にログインしようとしたんですね。でログインする時ってe-tax の方にログインする時って利用者識別番号っていうのが必要なんですよ。でこの利用者識別番号っていうのはいわゆる e-tax で確定申告をする人を識別する確定申告用のこの識別番号だと思うんですね、多分。でそれが出てきて、はいはい利用者識別番号ねって思って入れて、でその利用者識別番号とパスワードを入れるってなってたんですよ。あれ e-tax にパスワードかと思って、私なんか e-tax パスワード設定したっけなとか思って、でなんかいろいろないなとかいろいろどうしようとか思って、そもそもなんかそれでいろいろ自分がね去年のマイナンバー取得した時にいろいろやったこのマイナポータルした時のやつとか、いろいろ e-tax をちょっと途中まで確認した時の自分のメモとかを見たところによると、多分利用者識別番号って自分で取得するんですよ、多分ねもう忘れちゃったけど、去年やったんだけどe-tax をする前の準備としてそれくらいはできることはしておこうと思って、利用者識別番号っていうのをこのネット上で取得した時にこの利用者識別番号の取得の仕方っていうのが2種類あって、1つ目が税務署まで行ってその税務署で発行してもらう、利用者識別番号をくださいみたいな感じで発行してもらう方式と、あとはマイナンバー方式っていうやつでマイナンバーカードを持ってる人がネット上だけでそのカードとかを読み取って携帯でチャラーンって読み取って、それでその上でいろいろして e-tax の利用者識別番号を作るっていう2種類の方式だったんですよね。でもちろん税務署行くわけないじゃないですか。普通の人はこのいわゆるマイナンバー方式で自分でやると思うんですけれども、利用者識別番号でいろいろネットで調べたり自分のメモとかを見たところ、多分このマイナンバー方式で利用者識別番号を取得した人は、登録した人はパスワードの設定がそもそもないんですよね。でいろいろログイン、いろんなものにログインするときにはこの利用者識別番号とピローンってやるマイナンバーのピローンでいけちゃうんですね、パスワードがなくても。でそれで e-tax で確定申告はできるんですよ。だから別にパスワードなんか設定する必要全然なかったんですけど、なんか弥生のソフトから e-tax に連携するときはこの利用者識別番号とパスワードを入れないとその先に進めないっぽかったんですよね。あれこれマイナンバー方式でカードピローンでいけないのかなとか思っていろいろあれこれやったりとかいろんなネットで調べたりとかしたんですけど、多分どうやら弥生と e-tax の連携だとパスワード必要っぽいんですよね。なんだよじゃあパスワード必要じゃんみたいな感じで、税務署行くのとか思っていやいやいやそんなバカなとか思っていろいろまた調べたらe-tax にログインした後にこのパスワードを別途設定することができるっぽかったんですよね。だからこの e-tax にマイナンバー方式でまずログインしたんですよ。利用者識別番号とマイナンバーカードピローンでログインして、でなんかどっかの画面でなんかの設定画面みたいなところでパスワードを登録とかそういうのをして、でパスワードを登録できましたと。だから私は弥生と連携させるためにパスワードを登録したんですよね。それでよしこれでと思って今度はもう一回弥生に戻って、そこから e-tax の方のログインを利用者識別番号とパスワードで入れたらできたんですよね。ああよかったと思ってもうなんかそこまででめちゃめちゃ疲れてたんですよね。そうだから
弥生の場合はこうでしたけれども、もしかしたら他の会計ソフトとかだとこのピローンで連携もいける可能性もあるんですけど、とにかく弥生の場合はそういうトラップがあって、そこで私はめちゃめちゃストレスがかかって、もうそこですでに結構ぐったり疲れたんですよね。なんかね、もう本当にね、この年金ネットにまた戻ったりとか、こうマイナポータル見て、その時にもピローンやってピローンやってこうやってとかいろいろやってね、もうね、本当に嫌になりましたね。そうそう、まあそんな感じで、あの、昨日、その e-tax で確定申告結局やったんですよ。で、弥生から e-tax に連携して、その e-tax の画面でなんか自分でも手入力するのあるのかなと思ったんですけど、なんかこうもう連携してこう e-tax にログインした後はこうパッパッパッと言ってあっという間に終わっちゃったんですよね。あれ終わっちゃったのみたいな。これでもう終わっちゃったんだと思って、書類もう一回自分で目でチェックしとけばよかったとか思って、大丈夫かなとか思ってちょっとめっちゃ心配になったんですけど。そうそう、なんか弥生の方でダウンロードしたやつを自分で手でこう添付したりとかもあるのかなと思ったんですけど、そこもちゃんと連携されてたらしくて、なんかもうパパパッといっちゃって、なんかパパパッと終わっちゃったんですよね。なんかで、なんか最後弥生の方で署名用の電子証明なんとかとかもするはずだったんですけど、なんかそれをするタイミングがなく確定申告完了しましたとかなっちゃったから、あれとか思って、なんか大丈夫なのかなとか思いつつ、その e-tax の画面とかで見ると、なんかもう納付税額とかがもう出てて、これが今回の所得税に対してかかる税金かとか、終わったってことだよねとか思って、なんかもうね、なんかね、そうそう、なんかね、そんな感じでね、終わっちゃったんですよ。ただね、もう昨日それが終わった後もうぐったり疲れちゃって、ストレスで、なんかもういろいろイライラしちゃって、イライラするし、もう、なんかね、そうそう、それで昨日なんか疲れて、もうその後もう何もできなかったんですよね。なんか気分転換に YouTube 見ようとかね、なんか本読もうとか思ったんですけど、疲れてそれすらできなかったですね。なんか一回寝ようと思って30分くらい昼寝しましたね。で、なんか昨日それで、ご飯食べた後の食器とかも洗う気力がなく、今日の、昼前ぐらいに洗いました。なんかもうね、そんな感じで、とにかく、確定申告は終わったんですけどね。すいませんね、今日なんか、面白くない内容で、確定申告がこんなめんどくさかったですみたいなね、どうでもいい、一人語りなんですけれども。まあなんかだから、予想外にちょっともうめんどくさくて最後までパッとやってしまったっていう感じですね。確定申告がね、終わった暁には自分のご褒美にね、シャトレーゼのケーキとかをね、3つぐらい買って食う。もしくは、ちょっとでかいロールケーキみたいなね、1400円くらいするロールケーキみたいのを一気食いするとかね、しようかなとか思ってたんですけど、なんか、終わってみたらこれ合ってんのかどうかもう一回、まあ申請しちゃったけど、ちょっと一回チェックしないと大丈夫かな的なのがあって、なんかね、しっかり終わったっていう感じがしないんですけど、なんか、まあいっかっていう感じですね。多分ね、これ一回やり方が分かっちゃえば別にそんな難しいことではないと思うんですよ。そのもの自体は難しくないんですけども、ちょっと説明が分かりにくかったりとか、いろんなサイトで連携とかそういうのがあるから、e-tax、年金ネット、マイナポータルとかね。で、その中でもこのマイナ方式でやるとかね、こういろいろパスワードがなんとかでとか、どのパスワードかもちゃんと管理しないと分かんなくなっちゃうし。そうそう。で、パスワード設定してないのに当たり前のようにパスワードを入れるとかそういうのを入れてやってくるから、なんかその時にマイナンバー方式で取得した人はパスワードはそもそも設定しておりませんとかね、注意事項書いてくれればいいのにとか思って。そうそう、なんかそういうのがいろいろめんどくさかったなって思いました。そう。こういうのってね、本当に、だから来年はね、別にそんなにこう苦労せずに、できるんだろうなって思うのと、あと実際にやってみないと、ここはこうなんだ、ああなんだとか、これしとかなきゃなんだっていうの出てこないので、
それがね、こういろいろわちゃわちゃするのがストレスになりましたね。ということで、確定申告が終わったっていうね、感じですね。で、本当にね、この一連のこのいろいろ自分で確認して、会計ソフト、初めてね、会計ソフトに入力していろいろやってみるとかね、その初めて e-tax やってみるとかね、そういうことって、いろいろ自分でこう、その説明の部分とか FAQ 部分とか読んだりとかして理解して、じゃあこれはこうなんだ。これはこうだからこうなんだとかやって、なんかこうやっていくうちにいろいろこう自分でこう考えてやり方をこう学びながらやっていくものじゃないですか。でこれってねもちろんこう特別頭のいい人がやることじゃなくてみんながやることなんでなんて言うんだろう、やれば誰でもできる内容なんですよね。そのある程度の頑張ればというかね、めんどくさいけど、ただ私がねその5年ほど前にねこのサラリーマン辞めてこう人生お休み期間に入って、1年ちょっとは本当に寝てるだけしかしてなかった生活から徐々に今になったんですけれども、本当にね今回一連のこの確定申告を終えたっていうところまでやってみて、私はここまでメンタル回復したんだなっていうのをねすごく感じましたね。本当にこれがね多分3年くらい前だったら、人生をお休みして2年経ったぐらいだったらまだできてなかったなって思いますね。5年経った今いろいろこう画面の説明書とかを読むくらいのなんていうかこう元気というか脳みそですねが正常に戻ってきたなっていうのを感じたんですよね。このメンタルがこうやばくなっちゃった時って脳もおかしくなってるんですよね。脳が理解力とか何かを理解しようとする力とかこう考える力とかそういう能力がほぼなくなってるんですよね。で私が会社を辞めた時くらいのタイミングだと仕事してる時に漢字と英語が理解できないっていう状態になったくらいなので本当に脳がねおかしくなっちゃうんですよね。この本当にこうあれは病気ですね。本当に脳の病気ですね。本当にありがとうございましたとかそういうのは読めるんですよ。本当になんていうか、それをありがとうとございましたっていうのを理解してるんじゃなくて、もうそれをありがとうございましたってこう自分で読まなくてもその形でもうそれがありがとうございましただっていうのがわかるじゃないですか。だからこうそれを理解しなくてもありがとうございましたという内容なんだなっていうのは理解するじゃないですか。そういうのは読めるんですけども、あと漢字とかでもありきたりの漢字こうなんかこう書類とかね、そういうのって別に内容を理解しようとしなくても絵で見ても理解できるじゃないですか。何のことを言ってるとかそういうのはあれなんですけども、こういうことなのでこうなっているとか、これがこうだからこうとかね、その文面をちゃんと理解するとか、初めての情報とか来たらもう全然何言ってるのか分かんないです。マジで読んでも。あとそことあとは漢字がなぜか理解できない。書類ぐらいはギリギリ理解できたかもしれないけど、しかも書類って理解するのも若干ちょっとエネルギーがいるぐらいだから、今まで分かった漢字とあと英語が全然読めなくなっちゃって、英語もねさっきと同じようにサンキューとかねそういうのは読めますよ。理解しなくても絵というか形だけで理解できるから、だから本当にねきつかったですね。もうこれはお手上げというかね、そのなんていうかエンドの鐘が鳴ったというかね終わりましたみたいな、あなたもう終わりましたみたいな。そうそう、だからただねそれでもものすごくこう集中してエネルギーをかければどうにか読めるとかね、そういうのがあったりとかね、そういう状態で、だからもう何もできないっていうのはね、本当にその額面通り、その言葉の額面通り何もできないっていう状態だったので、1年に3ヶ月だったかな、本当に寝てるだけしかしなかっ
った期間を設けましたけども、それは本当に正解だったなと思いましたね。会社もいい会社だったし、その同僚の人たちもね、すごくいい人たちだったし、私もみんなのこと好きだったし、あと仕事内容もね、すごくやりがいがあったし、すごく自分でも結構好きだったし、いろいろ自分で考えてできて面白い仕事だなって思ってて、だからすごく会社自体はすごく好きだし良かったし、人も良かったけれども、それとは別の部分でね、私のいろいろメンタルがおかしくなるものがね、長年のものが蓄積したものがついにエンドまで来たっていうことですね。飽和状態になったってことですね。なのでそこでね、なんていうか人生の舵取りをしたというかね、いきなりまた道が違う方になりましたけれども、それはそれである意味人生いろいろあって面白いかなっていうふうに思いましたね。辛いことには変わりないから、特に精神的な部分がおかしくなっちゃうと、それがあってよかったとはなかなか言いにくいですけども、ある意味おもろかなというふうにはちょっと思いますね。それはね、確定申告を自分で読んで理解してできたっていうぐらいまでメンタルが回復した今は言えることなんですけど。そうだからこれってね、そんなのややこしくってめんどくさくてできないよっていう人は、多分ね、本当にできないっていうよりもめんどくさいとか、集中力をそこまで使いたくないとか、忍耐がそこまでちょっととかねっていうとにかくやれって誰かに尻を叩かれればやると思うんですよ。だからなんていうか、確定申告のその e-tax での申請がめんどくさいとか難しいとかややこしいとか、そういうのってできるできないかって言ったら、基本的には通常だったら頑張れば誰でもできることだと思うんですね。例えば東大受験して受かりなさいって言ったら120% 頑張ってもできないっていう人が大多数だと思うんですけれども、全力で頑張っても受からないじゃないですか。一部の人以外は。でも確定申告の e-tax は通常だったらみんな全力で頑張れば絶対に、全力で頑張んなくてもね、いろいろできる内容だと思うので、だからそれがね、この一般的なことが普通にできるっていう位置まで自分が戻ってきたっていうのは自分でも嬉しかったなっていうふうに思いましたね。なんていうかね、まだこのメンタルが多分 100% まではいってないんですけど、だいぶ普通くらいまで戻ってきたと思うので、それが多分まだ 50% とかまでしか回復してなかったら、なんていうのかな、こういうのをやりきるその持久力、脳がね、それをやりきる持久力がまだないというかね、途中でエネルギー切れになったりとかして、ちょっと何日か寝込んでまたやってみたいな、それを繰り返してみたいな感じになったりとかするだろうなって思うんですよね。もちろん周りにね、助けてくれる人がいたら、その人にちょっと自分が今脳みそが持久力ないから、ここをちょっと読み込んでもらってこうするんじゃないっていうのをちょっとやってもらったりとか、一緒にやってもらったりとかね、そうすればいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。話がちょっとよくわかんなくなったんですけどすいません、今日めっちゃつまんねえ話ずっとしてるんですけど、とにかくそういうことです確定申告が終わったよっていう話でございました。ということで、それではまた。